こんにちは、エレキチです。今日はオーディオ機器を作ったり使ったりするときに知っておくべきとても重要な要素、入力インピーダンスと出力インピーダンスについてお話したいと思います。皆さんももしかするとスピーカーのインピーダンスは低いからヘッドフォン端子につないでも音が出ないよというようなインピーダンスに関わる話を聞いたことがあるかもしれません。僕も電子回路を学び始めた頃、このような内容を本などで読んだことがあったんですけれども、どういうことなのだろうと全く意味がわかりませんでした。オーディオの世界ではロー出しハイ受け、つまり出力側はインピーダンスを低くし、受け側はインピーダンスを高くする必要があるとよく言われます。これはなぜなんでしょうか。そもそもオーディオ機器の入力インピーダンスや出力インピーダンスとは何なんでしょうか。今日はその謎に迫っていきたいと思います。実はこの入力インピーダンスと出力インピーダンスの話は、この動画シリーズで作っているエレキチアンプを2段構成にするためにまさに必要な内容で、これを理解しないと本当に動作する2段構成のアンプを作ることはできません。それで今回の動画ではこの2段構成のエレキチアンプを作るのに先立って、この入力インピーダンスと出力インピーダンスとは何なのか、またこれらのインピーダンスについてどうすればよいのかを説明します。この動画を見ていただければ、電子回路のインピーダンスについて理解でき、オーディオ機器の接続や電子回路の設計に役立てることができますので、ぜひ最後までご覧ください。オーディオアンプは電圧を増幅する部分や電力を増幅する部分など、いろんな役割を担う回路が組み合わされて作られています。このように複数の機能部分が連結された回路の中で、音声信号がアンプの入り口の回路に渡され、そこで増幅された信号が次の段に渡されて、その出力がスピーカーに渡されるというふうに、音声信号が次々に渡されていきます。このように前の部分の出力から次の部分の入力に信号を伝えるところで、その信号が効率的に伝わるためには、その出力と入力のある特性がある条件を満たしていなければなりません。この特性というのが出力インピーダンスと入力インピーダンスなのですが、これが効率的に信号が伝わる形になっていないために、単独では動作する回路であっても組み合わせると動かないということが起こり得ます。それで今日はこの出力インピーダンスや入力インピーダンスとは何なのか、また信号電圧が効果的に伝わるためにはこのインピーダンスがどのようになっている必要があるのかを探っていきましょう。この信号が伝わる条件については、音声ソースからアンプの入力に信号を伝えるところでも、アンプ内部の1段目と2番目の接続部分でも同じ原則が当てはまるのですが、今回はアンプの出力とそれを受けるスピーカーの入力の間で信号がどのように伝わるかを例に説明していきたいと思います。これは以前にこのチャンネルの動画で作ったエレキチアンプ2号 C の回路で、とてもシンプルですが実際に音が出る回路です。この回路のエミッタ設置増幅回路の出力からスピーカーの入力へ音声信号がどう伝わるかについて考えましょう。まず今考えたいのは音声信号がどう伝わるかですので、この回路に流れる音声信号、つまり交流成分に関わる部分だけを抜き出しましょう。まず004の動画で説明した通り、カップリングコンデンサーは交流信号を通しますので、直結されたものとみなします。そして直流成分を調整するバイアス抵抗を取り除くと、右の回路のようになります。この回路図には音声ソースとこのアンプの入力の境目、そしてアンプの出力とスピーカーの入力の境目に丸印を書いています。このうちの出力側の接続点でアンプからスピーカーにどのような信号が伝わるかを考えてみましょう。まず
このエミッタ設置増幅回路の動作原理を少しだけお話ししたいと思います。この増幅回路の入力であるベースの電圧が低く、コレクタからエミッタに電流が流れないとき、電源から RC の抵抗を通って流れてくる電流はすべてスピーカーに流れることになります。その状態からベースの電圧を徐々に上げていくと、ベースに電流が流れ出し、それが大きくなるにつれてコレクタからエミッタへ流れる電流が大きくなっていきます。その時、電源から RC の抵抗を通って流れてくる電流の一部がトランジスタ側に流れて抜き取られるので、スピーカーの方に流れる電流は減少することになります。この抜き取る電流を音声信号に合わせて変化させることで、スピーカーにかかる電圧を変化させて音が出るという仕組みになっています。それで出力には逆相の電圧が現れるわけです。では、この動作を頭に置いて、増幅回路の出力からどの程度の信号電圧がスピーカーに伝わるかを計算してみましょう。まず、電源のプラス極から RC を経由してスピーカーを通り、電源のマイナス極に戻る閉回路について考えます。RC に流れる電流を IR、スピーカーに流れる電流を ISP とすると、キリフホフの電圧則を用いて、電源電圧 VCC は RC×IR プラス ZSP×ISP となります。また、RC の下にある分岐点を流れる電流を考えると、ここに流れ込む電流 IR は、コレクタの方に流れる電流 IC と、スピーカーに流れる電流 ISP を足したものとなります。この2つの式から IR を消去すると、スピーカーに流れる電流はこうなります。スピーカーにかかる電圧は、この電流にスピーカーのインピーダンス ZSP をかけたものですから、このようになります。では、この式を用いて入力に応じて IC が変化したときに、スピーカーの電圧がどのように変化するかを計算してみましょう。5V の電源を使い、入力インピーダンスが 8Ω のスピーカーをつないだ場合について考えてみます。この時にスピーカーにかかる電圧を求めるには、先ほど求めた式の VCC に5を入れ、ZSP に8を入れたこの式の値を計算すればよいことになります。この式を使って実際に音が出るエレキチアンプの回路のように RC に 10Ω を使った場合について計算してみると、スピーカーにかかる電圧は左の表に書いている値となります。この表からわかる通り、スピーカーにかかる電圧が最大となるのは、コレクタ電流が0の時で、その最大電圧は 2.22V となります。電圧が最小となるのは IC が 0.5mA の時で 0V です。このことから RC が 10Ω の時には、入力音声信号に応じて IC を変化させることで、スピーカーに伝わる電圧を 0V から 2.22V の範囲で変動させることができるということがわかります。では、RC を10倍の 100Ω にしたらどうなるでしょうか。先ほどと同じように計算すると、最大電圧はわずか 0.37V となり、スピーカーの電圧は 0V から 0.37V の範囲でしか動くことができません。それで、もしエレキチアンプ2号 C の 10Ω の抵抗を 100Ω に変えたとすると、スピーカーにかかる電圧はピークトゥピークでわずか 0.37V しか変動できないので、音が出たとしてもとても小さな音しか出ないと思います。ではなぜこうなってしまうのでしょうか。先ほど求めたスピーカーにかかる電圧を求める式を左に書いていますが、この式を少し書き直すと右のような形になります。この式の括弧の中の部分は、電源電圧 VCC から入力信号に応じて変化する RC×IC を引いたこの回路の出力電圧を表すような形になっています。
この IC は先ほど動きを考えた時に説明したようにコレクターの方に流して抜き取る電流で RC に流れる電流ではありませんが、この IC に RC をかけた値の分だけ出力の電圧が下がるのだというふうに考えれば、ちょうどこの括弧の中が出力電圧に対応するようにも思えます。それでこの部分を出力電圧を表す VO という文字で置き換えてみると、この式は電気の計算をしていてよく遭遇する見慣れた形に見えませんか？そうです。この式はまさに分圧の法則の式です。これは VO を出力する電源に RC と ZSP の2つの抵抗が直列につながれた回路において ZSP の方にかかる電圧を求めるときに使う式です。左の回路の出力電圧がこの式で表されるということは、この回路が VO つまり VCC-RC×IC を出力するような仮想的な信号源に RC と ZSP を直列につないだ右のような透過回路と同じように動くということを表しています。この透過回路を用いて考えると、先ほど RC が10オームの時にはスピーカーの電圧がある程度振幅できたのに、100オームにするとほとんど振幅しなくなる理由がよくわかります。この透過回路において出力であるスピーカーには信号源から供給された電圧を RC とスピーカーのインピーダンス ZSP で分圧した電圧がかかることになります。それで仮に VO がピークトゥーピークで 5V の信号だとすると、 RC が10オームの時には 5V の10プラス8分の8の 2.22V の電圧がスピーカーの入力端子に出ることになります。ところが RC が100オームになると、ほとんどの電圧が100オームの内部抵抗の方にかかってしまって、スピーカーの方には100プラス8分の8の電圧しかかからず、出力電圧はピークトゥーピークで 0.37V しか出力されない状態になるのです。ここまでで考えてきたように、増幅回路の出力部分には一般に出力電圧を下げる成分がその内部にあり、その電圧効果を生じさせる成分のことを出力インピーダンスと呼びます。この出力インピーダンスはエミッタフォロワーやベース設置回路など回路の形によって変わってくるのですが、エミッタ設置増幅回路の場合は出力インピーダンスはコレクタにつながっている RC の値となります。またこの出力インピーダンスに対してその出力を受ける側のインピーダンスを入力インピーダンスと言います。先ほど考えた例でいうと、スピーカーのインピーダンス8オームが信号の受け側の入力インピーダンスです。この入力インピーダンスと出力インピーダンスの比で分圧された分の電圧が受け側の端子に現れるので、より大きな電圧を伝えるために出力インピーダンスは低く、入力インピーダンスは高くする、つまりロー出しハイ受けにする必要があるのです。今日考えたこのインピーダンスには、厳密にはこのような抵抗成分だけでなく位相に関わる要素も考慮する必要があるのですが、オーディオ機器の出力インピーダンスと入力インピーダンスを考える際には、まずはこの透過回路のイメージを思い出されてください。いかがだったでしょうか。電子回路において2つの構成要素が電圧を受け渡す場合に、信号を渡す側の出力インピーダンスとそれを受ける側の入力インピーダンスが受け渡される信号にどのような影響を与えるかを理解していただけたでしょうか。オーディオ機器をつなぐ際にロー出しハイ受けにするというのは、今回お話ししたような内容が関係していたのです。電力を効率的に伝えるためにはまた別の要素を考える必要があるのですが、オーディオアンプのように電圧を伝える回路においては基本的に
ローインピーダンスで出し、ハイインピーダンスで受けるということを覚えておかれてください。では、このことを頭に置いて、次回の動画では2段構成のエレキチアンプを作っていきたいと思います。2つの増幅回路をつないだ2段構成のアンプの設計は、アナログ回路設計における基本ともいえる内容ですので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。